以上が明日から3日間の通商会議の警備体制となります。ベルガード、タングラム門および国境付近にはすでに警備隊による検問体制が敷かれています。市内に関してはジョリッジ課長、ドノバン警部。広域防犯課では総員を市内巡回に当たらせている状態だ。会議終了まではフル稼働だな。ニカは駅、空港、商業区画を特に重点的に警戒しているぜ。こちらも会議終了までは総員で当たることになりそうだ。なお警備対策本部は捜査一課で運営している状況です。考えられる限りの非常事態に対応できると自負していますが、どんなに厳重な警備体制も決して完璧ではありえない。そこでうちの出番ってわけだ。ええ、お伝えしているようにセルゲイ課長には障害担当として対策本部に詰めていただきます。警備隊方面との連絡も受け持っていただけると。やれやれ、人使いが荒いこった。とにかくいろんなところに顔を突っ込んでるからな。それで資格をついたやり方で有利な捜査体制を確立する。絡め手のセルゲイの面目躍如ということだな。よしてくださいよ、昔の話。絡め手のセルゲイですか？なるほどという呼ばれ方ですね。昔の話だ、昔の。それでこいつらに関してはいいんだな。ええ、構いません。彼らにはしばらく友軍として動いてもらおうと思います。友軍ということは通常の支援活動を行いながら何かあればバックアップに回れるようにするんですね。ああ、その通りだ。遊撃士協会と同じスタンスだが彼らに頼りきるわけにもいかん。それにあんな連中が入り込んできた以上予想外の事態への保険は欲しい。あんな連中。赤い星座だ。ああ、両兵団赤い星座、ゼムリア大陸西部において最強と言われる両兵団の一つだ。現在多数の所属メンバーがクロスベル入りしていることが確認されている。ちなみに1年ほど前、あのヘイユエと共和国方面で大規模な抗争を起こしたらしい。物騒な連中だな。ってことはこの町で兵ユへと抗争の続きをするつもりなのか？いえ、基本的に両兵団はミラによって動く連中です。以前争っていたとはいえ再び争う理由にはなりません。そうだな、オルランド。なあなあ、縄張りを重視するマフィアと違って両兵団にはミラと戦場が全てだ。昨日の敵は今日の味方、その逆も日常茶飯事にある。その意味で以前の構想を引っ張るというのはそうなると一つの謎が浮上してくるわけだ。どうして赤い星座がクロスベル入りしたのかっていう。一家でも探ってはいるがその目的は未だ判明していない。ただ帝国政府の後押しを受けているのは確実なようだな。通商会議に関係することで何かを行おうとしている。もしくは共和国系の兵ユへの台頭を抑えるのが狙いでしょうか。ま、どちらもあり得るだろう。いずれにせよ通商会議において無視できる要素じゃないってのは間違いなさそうだな。ええ、無論です。ちなみに赤い星座だがクロスベル市の周辺にも何度か足を伸ばしているらしい。もし各地を回ることがあればその辺りの動向も探ってほしい。了解しました。それでは支援要請に対応しつつ赤い星座の情報収集を行います。何かありましたら
各方面に応援に行きますので、いつでも連絡してください。お、頼りにしてるぜ。遠慮なく頼らせてもらうぞ。緊急度が高そうなのは警備隊とウルスラ病院からか。でもあのダグラス教官から呼ばれることになるなんてな。ダグラス教官、警備隊の副司令になった方よね。ああ、副司令になられる前は警察学校の教官をされていたんだ。基礎体力の向上から格闘訓練、トンファーによる制圧術なんかをみっちり叩き込まれたよ。もともと警備隊のホープとして期待されていた方だったんです。でもあの前警備隊司令に疎まれて官職に回されたらしくて。俺も演習で世話になったが凄まじくタフな兄さんだよな。戦闘力で言ったら多分警備隊ナンバーワンなんじゃないか。なるほど、随分すごそうな方ね。でも警備隊との関係を考えると一度お会いしておきたいわね。ああ、挨拶がてら行ってみよう。それとウルスラ病院に新たに赴任した教授からか。ヨアヒムに代わって薬学と神経科の両部門を引き継ぐ人物。まあどうしても警戒しちまうな。でもこのセイランドっていうのはどこかで聞いたことがあるね。確かレミフェリアあたりで有名な名前じゃなかったっけ。レミフェリアの医療メーカーでセイランド社というところがあるわね。太閤家ともゆかりのある名家だけど、その関係者の可能性はあるかも。そうなるとそこまで怪しい人物じゃなさそうだけど、まあいい。例の薬についての話もあるみたいだし、ウルスラ病院にも行かなくちゃな。君の憧れのお姉さんもいるみたいだしね。ナース服が凄まじく似合ってる聖女様みたいな人なんだって。いや、セシル姉は昔からお世話になっているだけで。っていうかワジ、面識ないのになんで知ってるんだよ。悪い悪い、俺が話しちまった。ランディ、お前な。ロイド、ちょっと動揺しすぎだわ。結構図星みたいですね。確かに素敵な人だったからわかる気がしますけど。まあそれはそれとして、その先生に会う前にセシル姉には話を聞いておきたいかな。ヨアヒムが残したダメージから病院が立ち直れているかも心配だし。そうね。あ、でもしずくちゃんは今日は町に来ているのよね。さっきキーヤちゃんがギルドに遊びに行ってたし。ああ、今日は一日しずくちゃんと遊ぶんだって張り切って出かけていったな。ギルドにいるだろうから時間があったら行ってみよう。ええ、そうしましょう。雫っていうのはあの風の形成の娘だっけ。なあ、ちょうどキーボーと同じくらいの年になるな。あのお堅いおっさんの娘とは思えないくらいのいい子だぜ。噂は聞いていますけど、すごく可愛い子みたいですね。普段も会ったことがあるらしくて、すごく騒いでいましたよ。なるほどね。となると今日は挨拶がてらクロスベル各地を回るわけだ。赤い星座って連中の動向なんかも探りながら。ワジ、君ね。
ああ、いい。こいつのツッコミももっともだ。元身内が言うのもなんだが、あの連中は正直シャレにならん。多分急行山に爆薬を仕掛けたのも連中の可能性が高いだろうし。ランディ。そんな風に決めつけなくてもいいんじゃ。おじきとシャーリー、あの二人のことはよく知っている。断言はできねえが、支援家の力量を試した。古巣を捨てた俺が流れ着いたのがどの程度やれる場所なのか。それだけのために。別に害があるわけじゃない。単なる好奇心であんなことをやれるような連中ってわけだね。ああ、あの程度のトラップなんざ連中には挨拶程度ってことだな。その意味じゃせっかく戻りはしたが、俺一人で連中の動向を調べた方が。だったらなおさらだ。確かに赤い星座というのは放置できる連中じゃないだろう。クロスベルへの来訪目的にしても帝国政府との関係にしても、いずれ突き止めていく必要がある。ただしあくまで特務支援家としてだ。ロイド、俺たちにはランディが必要だし、ランディを一人にするつもりもない。ランディだって一人で動いて何かできる見込みはないんだろう。だったら勝手に動くなんて言わないでくれ。相変わらず大した口説き文句だね。でもその通りですよ。こういう時に力を合わせるのが特務支援家なんですよね。ええ、もちろんよ。あの教団事件でも私たちは全員の力を合わせて立ち向かった。ランディ、今回も同じではないの？悪い、つまらないことを言いかけたみてえだ。はあ、まったくだ。とにかく車もあることだし、今日は支援要請を片付けながら郊外を回ってみよう。ベルガード門やアルモリカ村にも足を伸ばしてもいいかもしれない。そうね、久しぶりだし。そういえばソーニャ司令の方はベルガード門にいらっしゃるのよね。ええ、そのはずです。通商会議に向けての対応で忙しくされていると思いますけど。ミレイユのやつもいるはずだし、そっちに顔を出してもいいかもな。それじゃあ出かけるとしようか。なあランディ。お、なんだロイド。そのお父さんのことだけど。ああ、それか。別に気にすることはねえぜ。あの世界じゃ珍しくもねえ話だ。それに段を抜けた時に俺と親父は縁を切っている。何も感じないわけじゃねえが、サバサバしたもんだぜ。そっか。でも気が向いたらいろいろと聞かせてくれよな。一応リーダーとして相談に乗れることがあるかもしれないしさ。ごめん、ちょっと生意気だったか。違う違う。なんだかんだ言ってお前も成長してると思ってな。お兄さん感慨深いぜ。あのな。気が向いたら相談するかもしれない。その時はよろしく頼むぜ。ああれ、何してるの？二人とも忘れ物？ごめん、すぐ行く。そんじゃあぼちぼちお仕事を始めるとすっか。ロイド？
セシルね。いきなり会えたな。おかえりなさい、ロイド。エリーさん、ランディ君やノエルさんもみんな元気にしてたかしら？ご無沙汰してます。お久しぶりっす、セシルさん。本当に久しぶりですね。私とは教団事件で病院が襲撃された時にお会いして以来でしたっけ？そうだったわね。へえ、この人が噂のお姉さんかい？あら、見かけない子もいるみたいだけど、もしかしてノエルさんとあなたが噂の新メンバーになるのかしら？そういうことになるかな。僕は和ジヘミスフィア。今後ともよろしくお願いするよ。よろしくね。それじゃあ私の方も改めて自己紹介させてもらおうかしら。このウルスラ病院に勤める看護師のセシル・ノイエスです。私の可愛い弟のロイドをどうかよろしくお願いしますね。セシルねってば、厳密には兄弟じゃないだろ。子供の頃から何かとお世話になっている人なんだ。もうロイドったら照れちゃって。照れてるわけじゃないって。それにしてもワジ君もノエルさんもとっても美人よね。ロイド、そろそろお付き合いする相手は誰か決まったのかしら？お付き合い？セシルね、前にも言ったけど支援家はそういうのじゃないから。そうよね。私としたことが配慮が足りなかったわ。今この場にティオちゃんがいないのにそういう話をするのも不公平よね。ティオちゃんが帰ってきてからゆっくりとパートナーを選んで。だからなんでそうなるんだよ。なんだかセシルさんを見ると安心するわね。おお、天然ぶりも健在みたいだしな。突っ込む側の身にもなってくれ。それにしてもそんなに長い間離れていないのに随分と懐かしい気がするわね。ちょうど私も休憩時間なの。よかったら一緒にお茶でもどうかしら？それじゃあせっかくだし、みんなお言葉に甘えさせてもらおうか。はい、ご一緒させていただきます。それじゃあティオちゃんはもう少しの間帰ってこられないのね。ああ、いろいろと忙しいみたいでさ。きっと今頃レマン自治州で頑張ってるんじゃないかな。そっか。それじゃあ会えるのが楽しみね。帰ってきたらいろいろと土産話を聞かせてもらわないと。そうだね。ティオもきっとセシル姉に会えたら喜ぶと思うよ。なんだよ二人とも。いや、噂には聞いてましたけど本当に仲がいいんですね。なかなか間に入れなくてちょっと焼けるね。あのな。こいつはこれだからよ。普通こんなお姉さんと子供の頃から知り合いってだけでもとんだらき野郎だっつうのに。ほんとその通りよね。それを当然だと思ってたらいつか罰が当たるわよ。
意味わかんないから。そういえばつい話し込んじゃったけど、今日は何の用で病院に来たんだったかしら？そうだった。実はセイランド教授っていう人から支援課に依頼が来てたんだ。確か薬学神経科の公認の方が来られたんでしたね。ええ、そうなの。ヨアヒム先生が得体の知れない薬を作っていたことが公表されて、病院は一時騒然としていたわ。教授たちはしばらく仕事の傍らアフターケアに奔走していたけど、最近になってようやく患者さんの信頼を取り戻せてきたの。そりゃあ大変だったっすね。おかげさまでなんとかなったわね。あの事件の傷跡も癒えてきて、ようやくウルスラ病院は新しい一歩を踏み出したわ。その一環として新しくレミフェリアから呼ばれたのがセイランド教授なの。あの有名な医療機器メーカーセイランド社の関係者ですね。ええ、創業者の親戚筋にあたるはずよ。女性の方なんだけど雰囲気が凛としていてとってもかっこいいんだから。おお、ジョイ先生っすか。こりゃ期待大だぜ。雰囲気はともかく。なるほど、今度は身元もバッチリ保証されてるわけだね。教授というからには腕も確かなのかな。レミフェリアでも有名な薬学神経科の研究者みたい。ついこの間も重い病気で入院していたミハイル君の手術を見事に成功させたのよ。今はしずくちゃんの手術に向けて準備を進めているのよね。しずくちゃんの？そうか、確かにすごい先生みたいだね。そのセイランド教授だけど今どこにいるかわかるかな？大抵研究棟の研究室にこもってるわ。受付でサラさんに言えば取り継いでもらえると思う。せっかくだからそこまで一緒に行きましょう。ああ、助かるよ。それじゃ行くとしようか。